はい、皆様こんばんは。19時になりました。本日ですね、アズマコーポレーション主催の、アロイス・ヘレラー、オーストリアの、カンプタールから、実況でおつなぎしております。ちょうどつながっているようなので、こんにちはしましょう。Hello, Alois. Hello, nice to see you. Nice to see you again. How is the weather today? Well, it's as you can see, it's a little bit foggy, but the temperature is around 10 degrees, so it's quite nice actually. A lot better than the last time. Yeah. はい、実は今日2回目なんですけど、同じ内容でお届けしてるんですが、1回目の時はもう本当に寒い状況でした。で、今日はちょっとこのうっすらと曇りがかって、若干霧がかってると言ってます。で、気温は前回5度だったんですけど、今日10度ぐらいあると、暖かいと本人も言ってます。はい。Okay, so talk to you later. See you later. See you later. はい。無事につながっているところを確認したところで、本編に入りたいと思います。では、スライドの方ですね、共有させていただきます。いつもね、ちょっと注意事項だけ、簡単に申し上げておきます。本日のワインですね、お手元にある方は、ご用意お願いいたします。で、あらかじめ抜栓とありますが、今日全部スクリューキャップなんで、はい、いつでもいいです。音声はですね、ミュートでお願いいたします。そして、ご質問はですね、いつもの通りチャットを使って全体配信で、必ずお寄せください。あとは回線ですね。現地の状況は良好です。で、こちらも万全を期しておりますけれども、万が一ご覧になれなかった場合は、録画をしておりますので、改めてそちらの方でご提供させていただきたいと思います。はい。そして最後になりますけども、セミナーの後ですね、皆様の貴重なお声、必ず反映できるものは反映させていただいております。皆様のお声をお聞かせいただければと思います。こちらはチャットの URL より、終了後、ご案内させていただきます。ぜひよろしくお願いいたします。はい。それでは、今日のセミナースケジュールですけれども、まず、オーストリアについてお話ししたいと思います。で、その後、オーストリアワインについての概要、次にニーダーエスタライヒ州ですね。こちらの概要、そして生産者の紹介と、で、最後にテイスティング、はい、ワイン3本ご紹介をさせていただければと思います。はい、最後までお付き合いよろしくお願いいたします。はい。では、早速、本編に入ります。では、オーストリアですね。ご存知の方も多いと思います。首都はウィーンですね。芸術の都、ウィーンです。で、人口はですね、2020年現在でおよそ880万人。はい。で、面積は北海道とほぼ同じ。で、緯度はですね、北緯47、48。これはフランスでいうブルゴーニュとほぼ同じ、と言われておりますね。はい。で、海がないということでも知られてますが、こちらの8カ国の国に囲まれていて、もう本当にいろんな文化の影響を受けているという状況ですね。あと、特筆すべきことがですね、こちらアルプス山脈。はい。かのアルプス山脈が、このウィーンのもう国土の6割を占めているんですね。これもちょっと後ほど気候のお話をさせていただきますので、ぜひ、記憶に留めていただければと思います。はい。山岳国です。はい。では、気候の話出ましたね。はい。基本的に、内陸ですので、大陸性気候ということが言えます。で、面白いことにですね、こちら4つの風が、東西南北から吹きつけてまして、それぞれ特徴があるんですね。北からは当然冷たい風が吹いてます。で、西ですね、アルプスから冷たい風が、例のアルプス山脈の影響が大きいですよね。こちらからも冷たい風が吹いていると。一方で、東のパンノニア平原ですね、こちらから暖かい乾燥した風が吹いているというのが特徴です。そして、南の方ですね、ご存知地中海から、温暖な湿った風が吹いていると。つまり、湿った風、乾いた風、冷たい風が両方向から吹きつけて、ちょうどこのオーストリアに入り込んでて、非常にこのミクロクリマ的にも面白い、条件を備えているわけなんですね。これがワイン作りにおいても、このオーストリアのほぼ東部は、すべてここ、ワインの産出
エリアとなるわけなんですけども、アルプスはやっぱこう寒くて、作れないんですね。ですので、もう必然的にこの東側に集中していくわけなんですね。で、それでもやっぱこう北の冷たい風を受けたり、まあ、暖かい風を受けたりとかと、非常にこう気候の影響を受けた多種多様なスタイルのワインができるという、はい、非常に面白い特徴なんですね。はい。そしてもう一つ特筆すべき土壌についてなんですけども、まあ、基本的に、まあ、北から南までね、それぞれ土壌構成というのは異なりますけれども、基本的にこのレス土壌、そして、片麻岩、片岩、石灰岩、大体この4つが、まあ、基本要素として、備わっております。で、まあ、それぞれね、まあ、後で見ていきますけども、微妙にこの比率が違ったりとかっていうのはあります。はい。ここのレス土壌、これはオーストリアワインを語る上では、切って離せない、土壌ですので、ぜひこれも覚えていただければと思います。はい。今お話しした通りですね。で、暖かい風というのは、まあ、ブドウの成熟を促す、果実味を出す、はい、そういった特徴がありまして、冷たい風というのは、日中の、昼夜の寒暖差を生み出して、引き締まったものね、アロマティックなワインができるという特徴があります。酸もしっかり備わります。で、結果としてオーストリアワインはフレッシュでありながらも深みがあるという、そういった個性がありますね。で、各地の気候土壌によりエリアごとの特徴が分かれるという、はい、そんなところですね。まあ、ちょっとせっかく生産者がいるので、レス土壌についてちょっと聞いてみましょうかね。そう、アロイス。Hello. Hello again. Hey. So I was explaining, as you can see, the weather and soil, and I emphasize that Austria is very important for Lus. So could you explain about Lus a little bit? Yes, Lus was actually when the glaciers during the last ice age, the glaciers actually when it was getting warmer, the glaciers were drawn back and they left the stones. They were condensed into very small particles. And I brought a little bit of Lus with me from the vineyards. Maybe you can see that it's a yellowish clay, and you can see the color. Oh yes. That is, yes, and it's directly from the vineyards, and this is very typical here for our region to have this yellow clay, and it's especially for the Grüne Veltliner. It's as we think the best soil for the Veltliner, and if you also it's a very concrete, a very nice material to build cellars. So you have a lot of cellars just built into the Lus and nothing else. So it's an amazing soil. Thank you very much. So your cellar is also made from Lus. Yes, exactly. But now we had to make bricks as well because now the tractors are also going through the vineyards, and so you have a little bit more heavy machinery in the vineyards. So you need a little bit more stabilization than the Lus itself. I see. Thank you very much. Welcome. はい、今レースについてね解説してもらいましたけれども、本当にもうオーストリアワイン、特にこのグリューナー・ベルトリーナーを語る上ではもう本当に切って離せない、関係なんですね。もうこれほど相性のいい土壌っていうのはグリューナー・ベルトリーナーにはないと言われているぐらい、本当にもう出会うべくして出会ったと言われている、相性なんですね。はい、でちょっと面白い話もしてましたけども、まあこちらのレス土壌がメインの場所に関しては結構地下セラーお持ちのワイナリーが多いんですね。で彼もそうなんですけども、まさにこのレスの、地下にこのセラーがあってですね、それがまたこの保存温度、湿度、全てにおいてこう条件がとてもいいということで皆様、
レス土壌の下にセラーをお持ちなんですけれども、ただ最近ちょっと近代化されまして、この設備がですね、非常に重い工作機なんかも非常に見られるようになったので、それが地上にあるとですね、レスだけだとどうしても崩れたりする危険性もあるので、レンガですね、ブリックで、補強をしているっていうのが今の現状ですね。はい。で、ちなみに彼もセラーを以前見せてもらったことがあったんですけども、本当にもう迷路のようななんて言うんでしょうか、幻想的な素敵なセラーですね。はい。またちょっと今日お見せできなかったのが残念なんですけど、今日はせっかく畑に出てもらってるのでね、また後で畑についても、語っていきたいと思います。はい。さて、こちらに出したスライドはですね、前回1回目の時に、守備沼の岩井さん、オーストリアワイン大使の方が、ご用意いただいた資料なんですけども、これちょっと面白いので出してみました。オーストリアですね。で、これは地形の、標高を表す、地形図なんですけれども、はい、この赤いところですね。これはアルプス山脈。はい。さっき6割方を占めてるという話しましたけども、一目瞭然ですね。で、ワインが作られている場所っていうのは、この東部の、平野部の方ですね。で、彼が実際、いるところっていうのはこの辺りなんですけども、はい。ここの3階、これがまた別の3階でですね、レス土壌はレス土壌なんですけども、非常に、硬い、もうとにかく硬質な岩で、構成されている土壌、つまりミネラルで言っても非常に豊富、そして硬いミネラル感っていうのが特徴のエリアなんですね。で、下の方に行くとこのレス、平野部レスとかですけども、この辺はやっぱりこう柔らかく、レス土壌の特徴がしっかりと、現れている部分なんですけども、この3階に覆われているところは、さらに硬くですね、このちょっとミネラルを楽しめるようなワインでできてるんですね。はい。これもちょっと後ほど詳しく解説していきたいと思います。はい。では、品種の話なんですけれども、これは白と黒の、構成比率ですね。白は 66% で、黒ぶどうが34%、白が多いですね。はい。で、もうこれは言うまでもなく、栽培面積順位1位ですね。グルーナーベルトリーナ。はい。で、その下にベルシュリースリングというものがありまして、その下にリースリング。リースリングとベルシュリースリング、これ実は全く異なるものですね。はい。ベルシュリースリングっていうのは、国によって呼び方がいろいろありまして、クロアチアではグラシェビーナ。で、ハンガリーはオラスリズリング。で、チェコに関してはリスリングブラッシュスキーと、ちょっと呼び方が全く違うシノニムという形になるんですけども、基本的にもうリースリングとは全く違う特徴を持っておりますね。で、リースリングはもう、ご存知の方は非常に多いかと思いますけど、その特徴に比べると、ややこのアロマティックな部分がちょっと少ない。で、それでいて、非常にこの硬さも感じられる。なんていうんですか、ちょっとこう主質がこうとろっとしてる、感じのものが多いんですね。はい。これも、またちょっと別の機会に、今度、ハンガリーとかね、やるときにまた、お話ししたいと思いますけれども、今日はご用意がないので、そのまま呼び飛ばします。で、ピノブラン、ミュラトゥルガウト。はい。で、黒に関しては、もうこれも、1位、ツバイゲルト。はい。そして、その下がブラウフレンキッシュ。はい。これはもう、フランコフカと言われているケークフランコ種だと。ちょっと下噛みそうになるんですけども、そういった品種ですね。はい。で、あと下書いてある通りということです。はい。で、ドイツと国境を接しておりますので、法律とか、品種とかね、類似点が多いんですけども、オーストリアの場合は白はボリューム感がある辛口であるということと、赤は、タンニンが強い。強いと言いますか、滑らかですね、基本的に。でも、非常に力強い、フルボディ。赤を作ってるところはやっぱりこう南の方なので、先ほどお話しした暖かい気候の影響を受けた、非常にこのパワフルな赤ワインが作られているということですね。はい。では、次々いきますね。まず、オーストリアの主な産地。はい。これ、先ほどお話した東部の方なんですけども、この4つのエリアに、大きく分けることができます。
このアロイスがいるところですね、このカンプタール、はい、カンプタールとクレムスタールのちょうど境目ぐらいにいるんですけれども、この黄色いところが、ニーダーエストライヒ州ですね。はい。で、こちらはもう白ワインが、ほぼ 76%、作られている、エリアとなります。これもやっぱ北の方のね、冷たい風の影響も当然ありますので、必然的に白比率がやっぱり高くなるっていうのはうなずけるかなと思います。はい。そしてこのウィーンですね。はい。もうウィーンはもう、珍しいですね。首都に、ワイン産地があるという。これはもう他の国、どこをとっても、数少ない、特徴の一つで、首都にこのワインが作られているというですね、周りに作られているという。非常にこの辺りはですね、フレンドリーなワインが多くて、オーストリア、ご存知だと思いますけど、ホイリゲという、新酒だけではなく、みんなでワイワイ飲む、テラス付きの、ビストロみたいな、とにかくこの軽いおつまみでワインをガブガブ飲む、スタイルのレストランが非常に多くありまして、ウィーンを訪れてもね、必ずそういう光景を目にすることがあります。で、テラスにもうボトルじゃんじゃん置いてですね、みんなグループで長椅子に座って、楽しげに飲んでいるというですね、そんな風景が繰り広げられるエリアですね。こちらも、白が 81% と、もうほぼほぼ白ワインと思っていただいても結構かと思います。はい。で、次はブルンゲンランドですね。ブルゲンランドは逆に、南の影響を受けておりますので、赤が多くなっているところですね。で、あと、湖もいろいろあってですね、やっぱ気候がやっぱ基本的に温暖なんですね。上の2つに比べると。はい。ノイジートラ石膏ですとか、霧がかかってまして、結構年段を通して温度が一定、そして、力強い赤ワインが作れる、そういう州となります。はい。で、最後にシュタイヤーマルク州ですね。はい。ここは、スロベニアと隣接している南の方なんですけども、標高が高い産地が結構多いんですね。で、イタリアにおきましては、トレティノ・アルト・アディジェ、チロルとかのね、文化も入り込んできているエリアとなりまして、白がほとんどですね、ここも。はい。で、後ほどちょっとお食事のところで紹介させていただくんですけども、結構その保存食がこの辺りは多いですね。ハムとか、乾燥したお肉等々ですね。はい。やっぱりこれ、ワインのおつまみとしては本当に最適なものが作られているエリアです。はい。ここまででよろしいでしょうか。で、はい。これは先ほども何度も申しています。この東部に集中しているとですね。はい。では、お料理の方ですね。ちょっとアロイスさんにもいろいろ聞いてみたいと思うんですけども、まず、このカツレツ、これ有名ですよね。ビーナーシュニッツェル。はい。もう本当にキュッとレモンと、をかけて、もう味付けはもう塩のみみたいなね。で、それをグルーナベルトリーナと合わせるっていうのが、ウィンコの、はい、特徴です。そして、ちょっと生産者につなげますね。そう、アロイス。Hello. Hello again. Hello again. So we were talking about the food. So I think you have an interesting culture, especially everywhere, but where you live. So the Wiener Schnitzel is very famous in your area. So you drink with Gruner. That sounds very nice. Yes, it is, and it's really the Austrian dish that you have almost every week. We have a Wiener Schnitzel, and usually you have a light type of Grüner Veltliner with it. So yes, that is very, very typical. So yeah, you're eating every week. Wiener Schnitzel almost every week. Yeah, oh. It's so included in our culture that you'll end up having it somewhere almost every week. Yeah. 彼日本にも来てるんですけども、日本のとんかつとすごい似てますよね。So when you came to Japan, do you remember we have almost the same dish like Wiener Schnitzel? We call the katsuret tonkatsu. It's a pork. Fried pork with bread.
breadcrumb. Yes, right. I remember. Yeah, of course. So that's quite familiar, right? It's very similar. It's very similar. Yes. はい。日本に来た時のとんかつをね、非常に印象深かったみたいなんですけど、もう本当に似たようなもので、ただ違いはこちらの子牛も使ったり、あとは豚も使ったりして、本当にこう平べったくです。ちょっとこう実寸サイズわからないんですけども、本当にわらじのようなボーンとした平べったいものがお皿に乗っかってくる。で、それを豪快に、はい、食べながらグルーナーと合わせるというですね、まさに国民食だと、彼も申しておりました。はい。そして、ウィーンですね。本当ウィーンは首都なので、もういろんな食文化は味わえるんですけども、一つ特徴を挙げるとしたらパプリカを使った煮込み、いわゆるグラッシュですね。もうこれはハンガリーでもチェコでも大体中央ヨーロッパでは結構メジャーな食べ物なんですけども、こういったスープもありますね。So, Alois? Yes. So, グラッシュについてちょっと聞いてみましょうかね。何と合わせるのがいいのかなと。So, グラッシュ、I think you can find a lot everywhere, but it's especially a Vienna dish. And do you, what type of wine could fit with this dish? Well, usually with the goulash, you maybe want something a little bit more full-bodied, and also because it's the Austrian cuisine it has a lot of influences from Hungary, from Italy, from Germany, from Czech countries, from everywhere around us, and people like their goulash to be a little bit more spicy. So you can actually have a more full-bodied wine, or even some kind of muscatella or something with it. So that would even be okay. Sounds nice. はい、グラッシュね、ご説明した通り、周りの諸国の影響を結構受けてまして、で、パプリカがメインなんですけども、結構皆さん、スパイシーな、グラッシュをお好みになる傾向がありまして、で、それに合わせるワインとしましては、ちょっとこう、厚みのある、白ワインがいいかなというふうに言ってます。今日お出しするシャルドネとか、あとはこのゲルバームスカテーラーですね。これも相性抜群だと思います。ゲルバームスカテーラーも後ほど詳しくお話しますけども、これはスパイシーなお料理に本当に合うんで、ぜひ、ちょっと楽しみにしててください。はい。で、あと次簡単にいきますね。ブルンゲンランド。はい。先ほど湖が多いと申し上げました。はい。で、淡水魚が多くてですね、実際に淡水魚のフィレとか、多く取られます。で、結構これに合わせるワインとして、ケークフランコッシュじゃなくて、ツバイゲルトと合わせたりとかね、意外とこの淡水魚って、この軽い赤ワインがあったりとかもするっていうことがありまして、この辺りでは淡水魚が有名ということです。で、シュタインマルク種、はい、先ほどお話したイタリアのチロルの影響が非常に強くありまして、こういった保存食ですね、加工肉文化が非常にしっかりありまして、あとはチーズですね。はい、もう本当にこの山の、食材の宝庫と言える場所ですね。こちらの食べ物もなかなか日本でも馴染みがありましたよね。ワインのおつまみって感じです。はい。はい。では、お料理については以上です。はい。では、もう少し生産者のエリアにフォーカスしていきたいと思います。はい。お時間大丈夫ですかね。はい。はい。はい。こちらの拡大図ですね。ニーダーエステライヒ州を拡大して、要点だけ申し上げたいと思います。まず、こちらのカンプタール、クレムスタール、バッハウ。はい。この3つが、三大名城地と言われているところで、その、アロイスさんが実際にいる場所っていうのがこのカンプタールなんですね。はい。で、ボリューム感のあるワインが、基本的にできるところでありまして、非常にこのリッチな果実感。はい。これが特徴ですね。最初のグルーナーはそんな風にお感じにはなられないかもしれないんですけど、特にこのシャルドネであったり、ムスカテラ、これ飲んでいただくと、
この意味がわかると思います。非常にこう厚みがあってボリューム感があって、で先ほどお話ししたこちらの3階とあとアルプスの、列道場由来の土壌がこう入り乱った非常にこの複雑なミネラル感を生み出す場所としても知られております。はい。で、クレムスタールですね。これも基本的に硬い、かつ繊細なワインが多いですね。はい。で、バッハウに関しましては、リースリングが非常に有名な場所で、非常にこうアロマティックながらも、少しこう硬さもあるですね、非常にこう味わい深い面白いワインが作られておりますね。で、結構最近ではですね、自然派ワインにこうはい、なんていうんでしょうか、ナチュールワインを作る文化なんかも結構ありましてですね、そういった世代交代で、そういった若いワイナリーの方なども、結構台頭していっている、場所となります。はい。これはもう、オーストリアどこをとっても共通して言えることではあるんですけれども、はい。またちょっと後ほど生産者のインタビューでその辺も聞いてみたらなと思います。はい。Okay, Alois, sorry for kept you waiting. Now it's your turn, so you can explain about yourself. Well, yes, I grew up on our family winery, and I am now the seventh generation to produce wine on our land here. So, and the winery has been in our family for more than 200 years. Actually, when I was a kid, I did not really enjoy being a winemaker because wine, you don't, when you're a kid, you don't like wine. Because you think oh, that's so. But when you get older, you appreciate what you're doing more and more. And I have to say that with every year, I love it more, my job, because I think it's one of the best jobs to have in the world. Okay, thank you. 今ちょっと説明してもらったんですけども、基本的にこのワイナリーはですね、200年以上の歴史がありまして、彼は、7代目の当主、ということで、今、活躍してもらってます。で、2大スタレヒ州ですね、カプタールに23ヘクタールの畑を今現在所有しておりますね。はい。で、面白いこと言ってたんですけども、彼は、子供の頃、ワインが好きじゃなかった。それは当然のことかもしれないんですけれども、将来はお父さんの後は継ぎたくないとまで、思春期の頃は言ってたみたいなんですけども、でもやっぱり、もう、日常の生活スタイルにもう刻み込まれてるんでしょうね。もう、やっぱり、この道に進みたいという、決断になりまして、彼はこちらのクロシュタイノイブルグの、ワイン学校で、勉強しました。はい。で、この後が面白いですね。南アフリカ、ドイツでもワイン作りをしている。So, Alois, I was explaining your after graduated school, you went to South Africa and then Deutschland. Yes, actually, it was the other way around. I went to Germany first and then to South Africa. But yeah, I did work one season in South Africa to see how they are doing, and it was an incredible experience. And in Germany, it was also a very, very nice experience because the German mechanization and perfection in the vineyard is really amazing. We Austrians tend to be a little bit more relaxed when it comes to that. Okay. はい。これ、実はドイツが先で、その後に南アフリカに渡ったんですけども、もう、ドイツは国民性がすごくこう、真面目で、ワイン作りにおいても非常に厳格な、レギュレーションに基づいて、ワイン作りを行っているところがすごく勉強になったと言ってますね。で、オーストリアは逆にもうちょっとリラックスな国民性なのでって言ってたんですけども、私に言わせると、オーストリア人もかなり几帳面で、非常にこう、なんて言うんでしょうかね、バランスが取れてますね。几帳面さと、ちょっとこの、ゆったりした部分と、とてもいいバランスが取れてるんじゃないかなと思います。で、南アフリカでももう非常に忘れがたい、素晴らしい体験をしたと言ってまして、それが彼のワイン作りにもね、影響しているとは思うんですが、これもちょっと後で
解説してもらえればなと思います。はい。で、ウィーンでですね、経営管理、彼実は経営のお勉強をされてまして、とても卓越した、経営手腕を持っているという、本当にもう、素晴らしいバランスの取れた人間です。はい。で、2002年からワイナリーに携わりまして、2010年ですね、10年前に、お父さんの後を引き継いで。So I was explaining the rest. So you joined the winery from in 2002, and then 2010 you become the master. Yeah, I was producing the wines beginning 2002 as a cellar master, and my father was still running the winery. And in 2010, I took over the winery. Yeah, so. Yeah, okay. はい、2002年はですね、セラーマイスターとして、最初にワイナリーの仕事をしていました。で、醸造場の管理ですね。で、2010年に、今お話した通り、当主の座を引き継いだということです。Okay, Alois. So now we are going to explain about your place. You are here. So we could say it's near the border of Camptar and Kremstal, right? Yes, actually we are right now on the pretty much on the edge of Wagram, Kamptal, and Kremstal. Everything is connected just a few kilometers south of here. And here a lot of different small climates come together, and so you have to pick for every grape variety. You have to pick a different spot, because there are some chalky places where Chardonnay is very nice planted, or it's a little very small different places. All right. So ごめんなさい。日本語に戻します。ここはですね、クレムスタール、カンプタール近くにはもちろんあるんですけども、ちょっと離れたところにもこのバグラムがあったりとかですね、非常にこの県境というんですかね、ところに、近いところにあって、とても特徴的にはミクロクリマというふうにおっしゃってましたね。石灰質土壌のところもあれば、レースもあれば、非常にちょっと離れただけでも、ミクロクリマのテロワールが存在しているということを言ってました。なので、シャルドネに関しては当然石灰質土壌で、作っていたりとかですね、彼の持っている23ヘクタールのうち、それぞれが、微妙にやっぱりこのテロワールが異なっている特徴を持っているというですね、非常にそんな恵まれた環境で、ワインを作っているということが言えますね。はい、ここまででよろしいでしょうか。はい、ちょっとそろそろ皆さん飲みたいんじゃないかなというふうに思ってますので、せっかくなので、まずグルナーの方からですね、開けてみたいと思います。飲みながらで結構なので、ここちょっとヘレラーさんとですね、インタビュー形式を取りまして、この、我々がちょっと興味深いテーマをいくつかピックアップしましたので、ちょっと一緒に聞いてみたいかなと思います。まずちょっと順番が変わるんですけども、スクリューキャップ、はい、スクリューキャップ、最初にも申し上げた通り、オーストリアってスクリューキャップが多いと思いませんか？これについてちょっと聞いてみたいと思います。面白いお話が聞けるかと思います。So, Alois. Yes. So I was explaining about the screw cap. So why I think it's a trend now in Austria, and could you explain why screw cap is so famous? Yes, actually, it started around 2002 that we have to import natural cork from mainly Portugal and Spain. And what happened is that the quality of the natural cork really went down, and it was a really bad quality that we ended up getting to Austria. And we had to pay higher and higher prices, but the quality was always getting
lower and lower. And at that time, the people were looking for alternatives. Okay. And, まずきっかけはと言いますか、2002年頃、そろそろスキルキャップ使わなきゃっていうぐらいの危機的な状況だったらしいんですね。と言いますのも、ご存知、コルクの産出国、メジャーはポルトガルですよね。ポルトガルから結論的に言うと、この西欧諸国に、良質なコルクが出回っていたと。これも当然の流れかとは思うんですけれども、逆にこの中央ですとか、東諸国にはですね、言葉悪いですけど、あまり良くないコルクが出回ってしまっていたということなんですね。で、その結果、ブショネがとても一時すごく多かった時期がありまして、もう彼も前説明してたんですけど、6本に1本、1ケースに2本はだいたいブショネというものが多かったですね。ブショネを免れたとしても、非常にこのトリクロロアセドールの TCA のなんかニュアンスがちょっと出かかってるんじゃないかっていうワインで、本来の果実感が味わえないような、状況にまで、追い込まれている。これを何とかしなきゃって思ったのがこの2002年ということです。OK。And well, and then people started to try different closures. Of course, there was first the normal cork, this plastic cork, and glass, and all the different closures actually were tried. But people then found out that one of the best methods was actually the screw cap, and it has been tried in other countries. And now I think I'm not exaggerating when I say that more than 90% or even 95% of the Austrian white wines are actually with a screw cap. Okay. And yeah. はい。そうですね。要は、なんとかしなきゃっていけない状況の中で、様々な、施策が、練られまして、コルクの代わりに、例えばガラスのコルクを使ってみたり、あとは、スクリューキャップも当然そうなんですけども、あとはそのプラスチックコルクであったり、他にもあまり思い浮かばないですけど、いろいろ、なんとかこの TCA、ブショネを防ぎたいという思いから、いろいろ、試作した結果、スクリューキャップが一番、状態が良かったという結論に至ったわけなんですね。で、そこからもう2002年、2005年以降、もう彼も大げさじゃないけど、9割方、95% の、ワイン、白ワインのもうキャップ、コルクからスキルキャップに切り替わられているということを、言っておりますね。はい。非常に面白いですね。Thank you. Very interesting story, and it's very logical too. Rational. Yes, yeah, and we what we also did is we bottled the same wine with different closures back in 2002. We bottled the same wine with natural cork, with plastic cork, and with screw cap. And we said, okay, we don't want to make the decision for the customers, so let the customers decide what they want to buy. And at first, people were like, no, it doesn't look right to have a screw cap, but actually it was the first one that was sold out. And because people said, okay, we can close it and put it in the fridge, and it's still fresh the next day, and all things like that. And you don't have a cork taste, the cork problem is also dealt with, and that was why the restaurants were really happy to get rid of the cork. Okay. そう、ごめんなさい。はい。やっぱり、なんて言うんでしょう。やっぱりいろいろ試した結果、スクリューキャップが良くて、で、実際にコルク付きと、プラスチックコルク付きとスクリューキャップとガラス線で、作って、お店で販売してたみたいなんですね。で、もう結果的には圧倒的にスクリューキャップが売れたと。それは消費者の皆様もそのように判断したと。それは当然、状態もそうでしょうが、あとはこの気軽さですよね。スクリューキャップ、アウトドアに持っていくときとか、
ソムリエナイフいらないですからね。とてもこう簡単に開けれるこの手軽さがやっぱり受けたみたいで、はい。でもうそれからやっぱりずっとスクリューキャップがですね、もうあっという間にワインの生産者たちの間でも広まったという歴史があります。はい。Thank you very much. ではちょっと質問また後からしていきますので、早速今日の1番目のワインを紹介します。So now we are going to explain about the Gruner Veltliner. So are you with us? Yes, I'm here. I'm just also pouring a glass of Gruner Veltliner. 生産者も今ついでる。一緒に同時期に飲みましょうということで。まあ飲んでる方もいらっしゃると思いますけども。So, Prost. Prost. Yeah, this is our typical Gruner. So if people are going outside to Heurige, to restaurants, and sometimes people, they just want to have a nice glass of wine and not too complicated. It's kind of the easy drinking type. Then they go for a Gruner Veltliner like that, right. Because that's the basic idea of this wine. Yeah. So we are now all tasting, I guess, and yes, I think it's a very pleasant wine, useful. Exactly, there's a certain freshness to it, and also a hint of citrus aromatic, also, and with the typical peppery. Pepperiness, the spiciness in the end, and it goes very well with food. That's why the Austrians, they love it so much, and they kind of, that's the wine you usually take when you just want a not complicated wine with you. はい、もうとにかくシンプルで、グルーナーの良さがこう前面に出た、本当にガブ飲みワインと言ったら知ってるかもしれないですけど、でも本当に彼らの国民的なお酒ですよね。グルーナーのこちらのもう本当にあらゆる食事にもシチュエーションでも楽しめる、そんなワインで、特徴としましてはちょっとこの柑橘系ですね。グレープフルーツ感があったり、あとはこのスパイシーな白胡椒感のような、ちょっとした香りもありますね。はい、これ本当に和食にもすごい合いますし、合わせる料理がすごくありすぎて、非常に難しいんですけども、教科書通りにカルパッチョってしましたけども、私はやっぱりこの煮出しニッツェルに合わせてですね、こうみんなでワイワイやるのがいいんじゃないかなというふうに思います。当然カルパッチョもいいですけども、白身のお肉なんかともね、相性非常にいいと思います。いかがでしょうか。もうこれはお酒の苦手な、弱い方でも結構ぐいぐい飲めちゃったりとかしてそんな光景を何度か目にしたことがありますが、はい、本当にそんな感じですね。もうこれ一本飲めちゃいますね。では次行きましょう。So, now we are going to explain about Carl. ではカール2番目のワインちょっと試してみましょう。Yes. So now we have the Chardonnay in our glass, and it's the Chardonnay is a little bit special here because in Austria usually it is not oaked. When you buy Chardonnay from around the world, you usually end up with a very heavy, full-bodied oaked type of white wine. Right. And in Austria usually it's more fresh, it's more elegant. And we try to get the aromas of the Chardonnay right and not have a layer of oak over the nice aromas of the Chardonnay. So it's completely made from stainless steel. It's in this case, yes, it's completely made with stainless steel tanks, and that's basically the idea to have because of the big differences of day and night temperatures, we have very nice aromas that you don't have in other areas where they grow Chardonnay. Right. And therefore it doesn't make sense to produce an oak Chardonnay because you would lose those very nice aromas and flavors that are so specific for our area. All right.
はい、彼もね、説明してましたけれども、シャルドネっていうのは、一般的にいろんなスタイルのワインが作れますけれども、イメージとしてあるのは、こう、ややフルボディで樽を効かせたものっていうのが多いと思うんですね。彼はもう純粋に彼の持ってるテロワールのですね、シャルドネを忠実に再現したかったということで、もう樽を一切使わない、こうステンレスタンクのみの、発酵醸造を行っております。どうでしょう、この香り、非常にアロマティックですよね。We can feel the tropical fruits nose. Yes, and that's the idea, that you have this honey melon a little bit, and also a little bit of lychee in there. So that's the tropical notes that are very, very intense. Right. And yeah, that's the idea. うん、はい、やっぱりそういうシャルドネ感を出したかったっていうので、ちょっとこう南国っぽいフルーツの特徴がありますよね。甘い感じのするこうメロン、メロンハニー、メロンの3つと言ってましたけども、あとライチとか、ライチというとゲベルスの印象が強いですけども、でも確かにちょっとそんな感じは受け取れますよね。さあ、合わせるお料理、これも非常に面白い、いろいろなご提案ができるかと思うんですけども、今からの時期ですと、このキノコのクリームパスタとかいかがでしょうかね。So we are suggesting to our audience to accord this wine with mushroom cream pasta. Yes, very good decision. And we like to have this because it's a little bit more full-bodied wine, and it goes very well with hearty, sauces and pasta, or also if you have like risottos or something like that, it's very nice with that as well. はい、このパスタもバッチリ合うと思いますし、このクリームソース系がいいと思いますね。で、あとは他にも言ってましたね。パスタとあとリゾット、とか、今からのこれからの季節美味しくさらに感じることができるんじゃないですかね。結構厚みもあってアルコール度数もオーストリアにしては少し高めの 13%。はい。あとこのエチケットちょっと見ていただきたいんですけども、特徴的なエチケットが描かれてますよね、彼のワイン。で、このカール、これなんですけれども、丸い円の中に、スプーンが描かれてますね。はい。どうしてスプーンなのかと言いますと、ちょうどこのテロワールをスプーンですくい取ったようなですね、盆地があるんですけども、そこで作られているのが由来なんですね。これですね、ちょっと実際に映像で見てもらいたいんですけども、今ちょっと曇りがかっててですね、ちょっとしかもちょっと遠いところに、一応視界には入るところにはあるんですけども、少し遠いところにあるので、ちょっとドローンで撮影したですね、短い画像をご覧いただければと思います。はい、VTR お願いします。はい、ご覧いただけますかね。はい、ちょっと分かりづらいんですけど、盆地になってます。結構周りに斜面があってですね、少しこうくぼんでる。アングル、見方によってはかなりこうくぼんだように見えます。はい、こんな感じですよね。ちょっとまた別の区画にもこれ畑も映ってるんですけども、彼が所有している畑すべてですね。はい、こんなちょっとイメージビデオでございました。はい、非常に短くてちょっと分かりづらかったかもしれないんですけども、はい、そんなところです。So, Alois, did you see the short movie? Yes, it was actually done by your people when you were visiting the staff from Roma. That's right. Visiting, yeah, we were actually harvesting Chardonnay right there, and I don't know, it's not so easy to pick up from this video, but when you are there, you can see that the landscape there is a little bit shaped like a bowl, like where you eat a soup out of, and that's why there's a spoon on the label, because the landscape is shaped like that. I was explaining that.
Yeah. Okay. So you already covered. はい。これ実際うちのスタッフがですね、彼のワイナリーを訪れた時にドローンで撮影した映像だったんですけども、ちょっと彼のイメージビデオだったので、全体のね、畑がも映ってたりしまして、ちょっとこのカーブの具合があまりよくわからなかった方もいらっしゃるかと思うんですけど、でも実際その場に行けば、本当にもう、この、えぐり取ったような、盆地になっている場所なんですね。とてもこう特徴的なテロワールを持っておりますね。はい。では、カールをご説明したところで、最後のワインに行きましょう。今日のゲルバームスカテラー、ハイデ。はい。じゃあ、ちょっとエチケットつながりで、せっかくなので、このエチケットの由来もついでにお話ししてしまいましょう。はい。この形、何だと思いますか？なんか背景に映ってますね。So we are explaining about the label now of Gerba Muscatera. So what does it mean? We can see the similar shape. It means the building or the shape of the building that you can see right behind me. It's because that is on the top of the area called Heide. And this was a common grazing ground. The goats used to be, all the farmers brought their goats up here to graze, and they were brought back down in the evening again, because here the soil has a lot of stones and it's not very, very fertile. But it's the right soil for Muscatella and some Rieslings. この辺り一帯のことをハイデと呼びまして、昔はですね、なんていうんですか、結構ゴツゴツした岩がたくさんありまして、そこに、放牧されているヤギがいたわけなんですね。で、そのヤギを観察したり、ちょっと休むという目的もあるんですけど、この背景に見えるこの櫓といいますか、小屋、東屋のような、2階建て、3階建てですかね。はい。そんな形を、エチケットにしたものなんですね。はい。これはこのエリア由来、しかもこの東屋のこうエチケットが描かれていて、とてもこのストーリー性を感じられますね。Okay, thank you. So, could you describe about these incredible aromas? Yes, well, it derives mainly, of course, from the grape variety, but also the soil plays a little bit into it. And what is also important, what we do there is we ferment a part in a small wooden barrel, and we put it back together then. So there are a lot of different flavors in there. You have a little bit of mango, you have a little bit of elderflower. So it's very, very intense. Right. Nutmeg as well. お気づきですか？この香り、やっぱりすごいですね。ムスカテラ、マスカットなんですけども、やっぱこう南国のニュアンスもやはりありまして、マンゴー系ですね、の香り。それにはエルダーフラワー、庭床の花、白いお花で結構こうアロマティックなお花なんですけども、金木犀とまでいかないんですけども、それの白い版みたいな、非常にこう強い方向を放つ花なんですけども、それに、ナツメグですね。ナツメグもこうご覧になったことありますかね？実をですね、こうおろし器で吸った時にこう立ち込める香りがですね、結構この香りと共通しておりますね。うん。非常にこれは個人的にも大好きなワインなんですけども、合わせるお料理、はい、スパイシーというお話が何度も先から出てきましたけども、これは本当にこのタイ料理ですかね、エスニック料理全般ですね。で、これは生産者提供の画像なんですけども、野菜のグリーンカレーですね。はい、ココナッツを使った、まさにそんなグリーンカレーとこのハイで合わせてみたくなる感じがしますね。So I was explaining about the perfect match of the ethnic, like green curry, like using coconut milk
Exactly. Yes, and that's a little bit. The idea is you don't want to have plain food with something that is so flavorful and aromatic. So you need something that is a little bit in opposition to the wine, and therefore you have to have something spicy, and we like to have it with curries and yeah. Whatever you like, but it has to have some nice flavors in it. Otherwise the wine would cover up your meal, and that's not the Okay. はい、やっぱりこの香りが非常に特徴が強いので、あんまりこう繊細な料理とはお勧めしませんということを言ってますね。やっぱりちょっとある程度キャラの立ったお料理の方がこちらとのワインの相性はいいんじゃないかなというふうに思います。はい。古島さん、早速チャットありがとうございます。ゲビルスとムスカが混ざったようなライチとメロン。おっしゃる通りですね。で、ハーブ系のグリーンノート、スパイシーさ。はい。ご丁寧な解説ありがとうございます。まさにそんな特徴があるかと思います。で、ちょっと伝え忘れちゃったんですけど、ステンレスタンクと、あと小さな小樽ですね、アカシアでできた樽も、同時期に、作ってまして、それを最終的にアッサンブラージュして、できているものですね。パーセンテージどれぐらいでしょうかね。So, Alois, how is the ratio about the stainless steel and Acacian tank? I think it's about, just let me think, it's about 500 liters of the barrel and about 1,500 liters. So it's about a quarter is in the barrel and 3/4 in stainless steel. 4分の3がステンレスタンク、4分の1がアカシアであるという、その樽を使ったことによって、またその、ナツメグ感っていうんでしょうかね、ちょっと特殊な、ちょっとウッディなニュアンスも若干加わっているという、はい、非常に面白いワインだと思います。Okay, so we have 5 minutes, less than 5 minutes, but we want to ask you a few questions. はい、ちょっと今日皆様お静かといいますか、いつもよりチャットが少ない感じはしますけども、でもむしろちょうどこの質問が残ってたので、せっかくなんでちょっともうやっちゃいたいと思います。もちろんご質問とあれば会を延長してですね、一旦8時に締めますけれども、続けたいと思います。はい。ではブドウの畑の様子、今の時期に行っていることについて伺ってみましょう。So, Alois, I think you have finished your harvest, and what is now your work at the vineyard? At the vineyard, we're actually now starting to prepare some vineyards for replanting old vineyards that we have to we have to plant new ones. So we're doing that, and there is one small batch of Merlot still out there. I think we will harvest that tomorrow. But it's and also most of the work is now in the cellar. To make sure that the fermentation is going well, that the temperature is nice. So that's what we're doing. We're not getting bored right now. Alright. はい。今収穫が終わったとはいえですね、やることがたくさんあって、決して退屈はしていないよということなんですけども、畑の方では今収穫を終えて、ブドウの植え直しですね。古いのを引き抜いて新しい木を植えているという。で、あとはセラーにおいてはもう当然発酵がうまく進んでいるのかとか、そういった状態チェックですね。これをもう神経を尖らせて常に行っているという状況が今の状況ですね。はい。ちょっと最後の質問といいますか、このホイリゲについてはさっき説明しました。新酒という意味もあり、ワイワイみんなで楽しめる居酒屋っていうのもあって、あと、ブッシェンシャンクについても、同じ意味なんですね。これはその居酒屋っていう意味なんですけども、こちらについても、ちょっと前回この辺詳しい話はしてたんですけど、ちょっと今日ほとんど説明しちゃったので、割愛させていただきたいと思います。
はい。お時間にはなりましたが、英語で質問が来てますね。これ、ちょっと、一旦閉めて、延長戦に持ち込みたいと思いますので、この機会に皆様も何かご質問があったら、お一人様につき1問、だけお願いできればと思いますね。はい。では、よろしくお願いします。So, Alois, we are now closing the session for your session. It's 1 hour. So, yeah, there was one question about the temperature for the white wine. I just saw right. that. Yeah, but we will continue later. So this is just a closing time. So we will extend our time later. Okay. Okay. So if you have some messages to the audience, we are now 65%. Well, I have to say thank you. I'm so happy that we can do that. It's very strange and difficult times, but with technology, I think we can overcome the difficulties of this year. And I think 2020 is a challenge for most of us, but the wines of 2020 are going to be very, very good. At least that is something we can all look forward to. Right. Thank you. はい。締めの言葉をいただきました。2020は、すごく我々にとっては厳しい、全世界ですね、にとっては厳しい、年となってしまいましたけれども、ワインにおいてはですね、2020というのはもう非常に素晴らしい年でありました。で、必ずご期待にお応えできるようなワインを作りたいというのと、この近代的なズームを使ったこのテクノロジーによってですね、決してこのワインの熱が冷めない、お互いにとってもエキサイティングな場を今後も双方で提供して続けていきたいということで、それで乗り越えていきたいという意気込みを見せてもらいました。So thank you, Alois. See you later. I will just advertise. All right. ありがとうございます。はい。では、最後に、一つ、今日の、締めとして、来週の予告です。はい。ご覧いただけますでしょうか。はい。こちらの、予告ですけれども、次回はですね、イタリアのウンブリア州から、こちら面白い生産者を紹介したいと思います。彼は料理人でありながら、実際にワインを作っているというですね、非常に特徴的な方で、今回のテーマはオレンジワイン。はい。今、熱いオレンジワインです。はい。オレンジワインとは何ぞやというテーマからですね、切り込んでいきたいと思っております。もちろんテイスティングもございますので、ワインサンプルご希望の方、あるいはワインをご購入の方に関しては、詳しくはこちらのセミナーお申し込みから、チェックしてみてください。で、初回28日に限ってなんですけども、ゲストをお呼びいたします。日本からですね、銀座の、トラトリア・イル・ポンテさん、はい、イル・ポンテのオーナー、長峰シェフに、お越しいただいて、ちょっとこの三者会談を行いたいと思います。で、実はこの長峰シェフと、こちらのフランチェスコさんっていうんですけども、彼は実は同級生といいますか、料理学校で一緒だった、経歴を持っておりましてですね、料理学校というか勤めてたレストランですね。はい。そこで一緒だったというですね、旧友の再会、開講、プラスそのオレンジワインについてっていうですね、非常に興味深い内容でお届けしたいと思いますので、ぜひ多くの皆様のご参加をお願いいたします。初回のみですね。で、2回目は、シェフなしの、セミナーとなりますが、私、ダニエルが頑張らせていただきますので、そちらも、ぜひご検討ください。はい。それではお時間となりましたので、本日の会は以上となります。で、お時間ある方はですね、ちょっと引き続き、ご質問タイムということで延長して、マックスは8時15分まで、行わせていただきます。お一人様につき、1問だけご質問をお願いできますか。はい、よろしくお願いします。では、一旦こちらで失礼いたします。はい。英語のご質問に対して、アロイスさんが英語でチャットで返してもらってますね。アロイス、thank you very much for your question and answer.
You're welcome. はい。じゃあ、まあ、こちら一件落着で、はい。ありがとうございます。では、次に、So now we have a Japanese question, so you can also write in Japanese if you want. あ、冗談通じなかったです。はい。香りは華やかですが、思った以上にドライ。この土壌由来でしょうか。このゲルバームスカテラ。So we have one question about the Gerber muscatella. So she is very surprised of the aromas and the nose, the mouth in the mouth is very dry and it's very sharp. So does it coming from the your soil or what else? Yes, there is a certain saltiness to it, and that's also the idea. Usually, if you go to other places, you find there are many different muscat grapes out there, and most of the wines are very, very sweet. But usually the problem is when you have wines that are very sweet, you don't want to have them when you have something to eat. So that is why we do it the traditional Austrian way, which is very dry, and that's why you can actually feel the minerality and the saltiness in it. So that's part of the idea of the wine. Yes. Okay, thank you. はい、二宮さんありがとうございます。はい、おっしゃる通りですね。非常にドライで切れ味があって、これは土壌由来だということです。で、彼のアイデアとしては、やっぱりトラディショナルな作りを、重んじたいという思いがやっぱり強いんですね。これちょっとさっき質問抜けてたかもしれないですけど、彼の今、作りっていうのは、決してモダンではないんです。これはもうオーストリア本来の、伝統を重んじる作りで、つまりこれはムスカテライコール結構甘口のイメージも、地元ではあるみたい、現地でもあるみたいなんですね。世界的にもやっぱりそういうイメージあるみたいなんですけど、彼はあえてそれを完全にドライに仕上げることによって、お食事にも合わせやすく、甘いとやっぱりちょっと食事と合わせにくい、合わせれるけど、あんまり飲めないですよね。一杯で満足してしまうようなワインが、やっぱり往々としてありますので、これはドライに仕上げているということです。はい。Thank you. And then, OK、拓也相沢さんからのご質問です。3本とも美味しくいただきました。ありがとうございます。で、ワインを学ぶ際、ドイツの後、南アフリカを選んだ理由。OK. So,、one audience is asking you, after graduating school, you went to Germany and then South Africa. So is there any reason you chose South Africa to study? That's actually it was a little bit of an adventure. I was back then 19 years old or 20 years old, and South Africa was something completely different when it comes to climate, when it comes to the grape varieties, and so I wanted to see something very different and not the same thing. And I have to say that you can learn if you're open-minded. You can learn from a lot, even when the conditions are very different. There are some things I saw in South Africa that are implemented here in Austria. Then, so it was very, very interesting. That's the reason. Okay, thank you. はい。彼が19、20歳ぐらいの頃だったと言ってるんですけども、南アフリカを選んだ理由としては、もう、とにかくオーストリアと全く違っていたと、全く違うその環境を選びたかったっていうことなんですね、まず第一に。で、それが結果南アフリカだったんですけれども、もう本当に品種においても気候においても全てが斬新でオーストリアにはない特徴があって、そういう違った一面を見たかったという、そういう国に行きたかったっていうのが彼の一番の動機だそうです。はい。ありがとうございます。So, yes, I think we have few questions. Let's keep moving. So, カンプタールのゲルバームスカテラは昔から栽培されていた品種なんですか？はい。So, we have one question. So, in Kamptar, the Gerber Muscatella
he cannot see a lot of Gerba muscatella, but is it a variety that exists for a long time? Yes, actually, it has been here for a very, very long time. But when it comes to grape varieties, it's a little bit like clothing fashion. You know, the trousers, they get wider and then they get very slim again. And so we have the same here in the wine industry. That what happened is in the 1980s, 1980s and 1990s, a lot of those Muscat varieties and also Gewürztraminer, we call them the literally translated the tasting, the aromatic grapes. They were actually going down, and people started to plant a lot more Chardonnay and a little bit more Grüne Veltliner and more Zweigelt. And now actually those grape varieties are coming back. So we had a lot of Muscatella here and Muscat Automnelle, different Muscat variety, and it's getting a little bit more and more every year. Thank you very much. Very interesting. はい、室原さんですね。はい、ご質問ありがとうございます。結論から言いますと、ゲルバームスカテラはもうかなりカンプタールには昔から存在していまして、とにかく有名なものです。あまりこう出回ってはいなかったんでしょうね、国外に。って言いますのも、結構先ほど申し上げた通り、ちょっとこの甘口仕立てであったり、するところもあったりとかしてですね、それが理由ではないんですけれども、やっぱり、なんて言うんでしょうか、ちょっと一時このゲブルストラミネールですとか、ゲルバムスカテラが世界的にクローズアップされたのが80年、90年代ぐらいで、その時はこうアロマティック品種の代名詞みたいな感じで、一時ちょっとこう、持ち沙汰されていたみたいなんですね。でも、ちょっとそのブームも過ぎ去り、こう定着しなかったと。でも、また最近、結構ムスカテラを、用いてワイン作りを行っている生産者たちも出てきて、また、ようやくちょっとこう、日の目を見てるわけじゃないんですけど、またちょっとこの世に少しずつ、リリースはされているような状況だそうです。はい。お答えになりましたでしょうかね。はい。昔から栽培されていた品種であることは確かです。はい。Okay. Let's go more and one or two questions. 清水さん、レゼルベを買いましたが、特別な区画とかありますが、どう特別なんでしょうか。レゼルベというのは、どれでしょうか。レゼルベ。ちょっとごめんなさい。一旦後回しにさせていただきます。で、オーガニック、ビオの取り組みはどの程度古島さん、ありがとうございます。So, about the organic way and the biodynamic way, so are you in it or are you thinking different? Well, actually, I think we have to be very, very thankful to all the people who are actually investing their time in developing more and more environmentally friendly ways of dealing with agriculture. So that's I think we cannot emphasize this enough. But at the moment there are there is a lot of discussion going on. We are now not we're something in between. We're not actually organic, but we are not conventional either. So there is in Austria, we have an environmental program that we are being a part of. So we are not allowed to use insecticides, and we have to make sure that there is no soil erosion, and this is also controlled a lot. So people are coming here and they take samples from the vineyards to make sure that we don't spray anything or do anything that is not allowed. And we're always looking into more and more environmentally friendly ways. But I'm not a big fan of
esoteric, not scientifically proven methods. And when it comes to biodynamic, I think there is so much magic in there that I'm not a big fan of. And I think there's so much we don't know about the nature. We don't know about the soil. We don't know about the vineyards. We don't need some made up magic that to make it more complicated. It's still nature is complicated enough. Yeah, so right. I agree with you. はい。ちょっと非常に興味深いお話をされておりましたけれども、ちょっとお時間の都合上ですね、簡単に解説させていただきます。結論から言うと、彼は今、サステナブル農法で、国が推奨するですね、そういうプログラムがありまして、とにかく殺虫剤を使わない、農薬を使わない、科学的なものは使わない。これはもう基本大原則として、実践をしております。で、ビオディナミに関しては、ちょっと彼はどちらかというと、この科学に基づいた、ちゃんと根拠ある作りをやはり目指しておりまして、非科学的なことではないかもしれないんですけど、あまりそういう路線には、行きたくないというスタイルですね。はい。ありがとうございます。はい。先ほどのレゼルベの件ですけど、これは、はい。もしかすると、グリューナーの上級版で今日ご紹介しているものではなかったかなというふうに思います。カンプタールレゼルベ。なので、ごめんなさいね。ちょっと今日ご紹介しているワインだけの、ちょっと今日解説とさせていただければと思います。ご了承いただければと思います。はい。OK。Okay, I think that's it. I hope we were not missing any questions. 質問には全部お答えできてますかね。浦方さん、大丈夫ですか？一つだけ、はい。自分のワイン以外で好きなワイン。面白いご質問です。Last question. Which wine do you like except your wine? That's a tricky question because there are so many. I think I'm a big fan of wines from the Alsace region. I enjoy sometimes a glass of Gewürztraminer from that region that I like very much. And but there is so many regions in the world, and there is so much to enjoy that it's hard to break down. But I think those are my favorites from time to time. All right, thank you. はい、非常に難しいご質問で、もう本当に好きなワインはたくさんあるので、あえて、選ぶとしたら、地方ですね、アルザス地方のワインが、彼は好きだと言っております。たまに、ゲブルストラミネールとか、リスリングのワインをですね、個人的に楽しむことがあるみたいです。はい。なるほどって感じですね。ちょっと確かに彼のスタイルを見ていると、なんとなく彼の好みっていうのが少しわかるような、垣間見えるような気がしました。はい。では、延長戦もここまでとさせていただきます。今日もたくさんのご質問、本当にありがとうございます。Thank you, Arais. Thank you so much for having me. It was really it was fun. very exciting. Yeah. The time is short. Yeah, it is. So, thank you so much. Yeah, let's collaborate. Have a nice evening. Thank you very much. Bye. Bye-bye. では、皆様、この画面を、残しますので、こちらで失礼させていただきます。本日もたくさん、最後までご清聴いただきましてありがとうございます。失礼いたします。